こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は建築への熱意に目覚め、石と石を使ったレシピの建築材を一気に積み終えました。どうせすぐ地下にこもるけどね。久々にやる気が出てます。もうひと頑張りすればサバンナ大地を越えられそうなところまで来てますから。さて、ここで一つ困ったことが、どうも鉄や鉄鉱石が手持ちで見つかりません。ホッパー作って使い切っちゃったの？いえ、残っていたはずですけど。仕方がないので山岳拠点まで1往復します。ついでにまたできる限りアイテム取ってきます。で、その移動の途中、なぜかディスポーンしてないゾンビに出くわしました。そういえばアイテム拾ってるゾンビはディスポーンしなかったわね。多分この企画終了まで居続けるでしょうね。さてやっと山岳拠点の上空に着きました。で、ここからしばらく地下にこもり続けると、アウトドア派の私がそんなことするわけないじゃないですか。ちなみに鉄は山岳拠点で見つかりました。どうも最初に山岳拠点に来る時に使うかもと持ってきていて、そしてそのままここに置き忘れていたようです。それはいいけど斧使ったら早くない？斧はピラミッド拠点に置き忘れています。さて保存してた鉱石ですが、エンダーチェストまでいっぱいいっぱい詰め込んで、1回で全部運べるようでした。無論前に残してた岩も詰め込んでいます。すっきりしたわね。で、帰り道。まだゾンビは健在です。ふと思ったのですが、闇の村の真下あたりにアイテム持ちゾンビを量産したら、闇の村にゾンビがスポーンしなくなるんじゃないでしょうか。モブのスポーン上限数を利用するのね。松明で村を湧き潰しするより確実かしら。運よく村の真下あたりにゾンビスポナーがあればできそうです。いずれ調べてみましょうか。さて、持ち帰ってきた鉱石はこれで全部です。結構量があったわね。あと、3種類の岩はこれで全て引っ越し終わりました。それぞれ38スタックが必要だったかしら。あれからピラミッドが数段伸びてるので、今は36スタックで十分です。まあまだ足りないですね。さて、それではアカシア伐採に行ってきます。で、この後の建築計画について、まず19層20層のアカシア原木と葉っぱは確定、その4段上は松にする予定です。5段ごとに葉っぱを積んでいくのね。このままだとまたジャングルの出番が来るわよ。漠然とした未来への不安なんか放置です。私は今を生きるんです。で、少々悩んだのがクエスチョンの3段で、ここを砂岩3種類にしようと考えました。砂岩のハーフブロックはすでに建築済みなので、ここを砂岩3種類にすれば、砂岩と砂岩材料の建築材は全部終わります。さて、ようやくサバンナが見えてきました。伐採開始します。で、葉っぱの弱点属性であるハサミで、よし、無双開始。葉っぱは集めやすいわね。砂に匹敵する集めやすさです。調子に乗って集めすぎてしまいました。拠点に6スタックほど確保済みだったのに。まあ使い捨ての足場ブロックとしてなら役立つわよ。さて、1時間少々の伐採で、葉っぱと原木の必要数が揃いました。以前のアカシア伐採のペースより早いかしらね。なるべく平地で伐採したのと、あとエンチャントの斧使ったのが効いています。さて拠点に戻って今更ながらの実験です。葉っぱには薄々松明がつかないと思ってはいましたが、予想通りです。松明の設置場所は葉っぱの一段下のブロックにするしかないですね。なんで積む直前の今になって実験してるのよ。で、そういえば松明の上に砂が置けることもきちんと試したことがありませんでした。まあこちらも予想通りでしたので万事 OK です。さてでは19層目の建築開始です。これは時間がかかりそうね。時間は仕方がないのですが、怖いっす。まだ落下で死なない余裕の高さでしょうに。
落下即死するより、落下でハート激減中にモブに追いかけられる方が嫌なんです。さて、まずは一辺の松明を設置し終わり、そして拠点近くに戻って葉を積みにかかります。なお葉は日光を通さない透過ブロックなのでこの下は真っ暗になる予定です。うおー。まああれだけ離れていれば万一落ちても逃げ切れるかな。うわぁ。心配しなくてもきっと影になってる場所にワンサカはいているわよ。こういう時ばかりはサバンナ大地がありがたいです。普段より一段下まで削ったのね。さて、4分の3まで作業が終わって和みポイントで一息、と思いきやエンダーマンが湧いてました。これ、ワープして今積んだ葉っぱ取っていかれたりしないですよね。それで見張っているつもりなの？ここはエンダーマンの良心を信じることにします。さてなんだかんだで1時間と4分で完成、と、しもた。最後の最後で何やってるのよ。最初に設置したブロックが邪魔したんです。調子乗ってました。まあともかく、これでピラミッド表面まで光がこぼれるか楽しみです。早速夜にしたいところですが、もう数段積んでからでないとはっきりわからないでしょうね。というわけで引き続いて20段目を。あ、横のブロックに向けて設置すると原木が横向きになるんですね。縦向きの方が好みなんです。手間が大変じゃないの？もちろん取りに行くわよね。はい。さて、モブの音は聞こえない。砂を踏む音も水でピシャピシャ音も。大丈夫のようです。なんなのこの敵の本拠地侵入シチュエーションは。一応ピラミッドは村を保護する防御壁なのですけど、無事に仲間を救出しました。敵の増援が来る前に脱出します。イカしかいないわよ。さて、手間がかからず縦向きに積む方法を模索しているものの、やっぱり無理ですよね。原理的に真下にブロックか松明がないと無理のようね。まあうすうす、無駄なあがきの気がしていました。すっぱり諦めます。あら潔いわね珍しい。まあひょっとしたら、横向きの方が地図で綺麗な色に表示されるかもしれないですし。それはないと思うわよ。で、結局、すごくアカシア原木の横の色でした。当たり前でしょ。さて第一和みポイントに着いたところですが、ちょっとショックなことが、鶏が見えないんです。どうも表示される距離限界に達してしまったようです。和みポイント終了のお知らせね。いいんです。もう中間地点まで積む程度じゃ疲れないし、あの鶏にも生活はあるでしょう。無理して水取りしていたんだ。さて、30分の作業で20層目も完了。砂岩3種類を積むならあと1時間半というところです。あと一頑張りします。でもその前に、やっぱり夜のピラミッドを一目見たくなりました。まだ中途半端だとは思うのですが。で、太陽が沈むのを待って振り返ってみたら、やや微妙でした。どこまで光がこぼれているのかわかりにくいわね。まあでもこれは、普段のプレイで明るさマックスにしているのも原因でしょうね。そういえば地底人は夜行性だから、些細な明るさで十分見えるという設定だったわね。そんなこと言った覚えないですよ。さて、砂岩3種類を用意しました。次の21層目からは18スタックで足りるので整理しやすいです。ちなみにもう砂岩は集めきっていますので、ピラミッド周囲のチェストに残した砂岩は回収しないでよくなりました。ではまずは砂岩から。ひょっとしてこの周回、砂岩を削って砂岩を設置するの？人生色々あるんです。でももうこの高さで砂岩が残っているのはせいぜい砂岩トンネルの周辺だけで、距離としてはわずかなんです。で、わずか23分の作業で一周積み終わりました。随分早かったわね。
続いて22層目の滑らかな砂岩も完成、まであと1ブロックです。相変わらず学習しないのね。芯の完成しました。そして23層目のクリーパーの模様付き砂岩は、おい。いやこれ同じミスじゃないんです。だって引っかかったの砂漠丘陵の山ですし。なお、ピラミッド西方面のこの砂漠丘陵を削る作業はこの周回が最後です。ついに超えました。さて、23層目建築作業も無事終了。夜が待ち遠しいです。今度は設定いじって暗くしてみましょうか。地底人にあるまじき行為ね。ちなみに地図はこんな感じです。南の方に抜けがあるわね。池とか川とか近くにあって地図上は侵食されています。縮尺の大きい地図ではきちんと表示されてます。出来具合はまだまだですが、これから早くなるでしょう。さて、拠点近くからの夜のピラミッドの風景です。今の状態は明るさマックス。そしてこれが、明るさ最低限です。これならほんのり明るいのがわかるわね。ブロックの上3段は砂岩ですが、一番上より上から3段目の方が明るく見えてます。つまりこれは、アカシアの葉を透過した松明の光がピラミッド表面にこぼれている証拠です。一応うまくいったようね。さて今回はここまでです。次回はまず松の原木と葉っぱを伐採しに行きます。その後は、岩の3種類を積んでしまいましょうか。滑らかな岩の分までまだ集まってないけどいいの？多分必要になる頃にはブランチマイニングが恋しくなっているでしょうから、ちょうどいいんじゃないでしょうか。長く地上に居続けると病気になるものね。それではまたね。バイバイ。